こんにちは。極真空手歴20年以上の青子と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ジャック・サンダクです。極真空手の創始者である大山正達の一代記を描いた大ヒット格闘漫画空手バカイ時代をご存知の方は周知の名前と言えるでしょう。黒い道着をまとう大山正達たちが合宿に行っており、初心者しか残っていない留守を狙い道場破りを行い、その時撮った写真を使いニューヨークで大山正達を打ち破ったと触れ回り、水晶玉を見せるなどの得点により人気を得て商売を行っていた空手家たちを打ち破り、改めてかの地でニューヨーク支部道場を発足しようとしていた矢先、マスチーフという3頭かかればライオンさえ噛み殺してしまうと言われるほどの猛犬をぬいぐるみを壊すようにひねりつぶした怪物、それこそがクレイジージャックと呼ばれるジャック・サンダクレスでした。漫画の中では身長2メートルを超え体重150キロ、ジャイアント馬場を一回り大きくしたような超巨漢と表現されている。ユーゴスラビア出身で17歳の時アマチュアボクシングヨーロッパヘビー級チャンピオン、プロでも世界チャンピオン確実と言われていたが、あまりのパンチ力のためリング上で人を殺してしまい、鉱山労働者としてツルハシを振るい続け、十数人もの仲間を喧嘩で半殺しにして追放。サンフランシスコでプロレスラーとなるが、3試合きりで全員対戦相手を身体障害者としてしまい終止符。プロレスラーのボディーガードという凄まじい職業となる。しかし雇い主などをぶん殴ったりなどして最終的には大物のギャングでも道を開けるという無冠の帝王めいた存在だと言います。いかにもラスボスというような雰囲気が漂っており、実際その時の大山正達も最大の敵と思わねばならんと覚悟しており、対峙した折にはマンマウンテン、動く山と表し、親指でビールの栓を開け王冠をちぎり、純粋な力だけでビール、そしてジョッキを粉々に押しつぶしています。その時の様子を作中の大山正達は、ビール瓶やコップというものは物理的に力学的にああいう風に壊れるようにできておらず、つまり物理を超えた怪力と戦慄している様子が描かれています。最終的には破れてしまうものの、北月の一撃で大山正達を宙に飛ばすというそのインパクトは凄まじく、その時の大山正達のセリフ、過去どんなすごい奴と戦っても俺は牛を倒した男だという自信がどこかで心の支えになっている。どんな人間であろうと所詮牛よりはすごくないとの比較からしかしクレイジージャック・サンダクです。この怪物に限って牛よりもすごいと全立していました。その死闘の末、友情が芽生え大山正達に浸水したジャック・サンダクレスはニューヨークの大山空手普及に心身ともに協力している様子が描かれています。そんなジャック・サンダクレスのモデルとなった人物、ジャック・サンダレス。正直私はそんな人間がいることに衝撃を覚えていました。実際漫画の中でも一度写真付きで紹介されてはいるのですが、それでもその規格外ともいえるエピソードゆえ伝えするというのは拉致外の事実だったのです。ジャック・サンダレスクはやはりルーマニアのブラショフ出身といい、15歳の第二次世界大戦中ソ連軍に捕まり、ドンバスの炭鉱で2年半
強制労働をさせられ、落盤事故などにより死にかけるも、7週間かけ夜中に列車に潜り込んだりして収容所から脱走し、故郷のブラックマーケットで仕事をするようになったといいます。その後、カナダに移り、伐採所で働き、鉄道の仕事もした後、モントリオールに移り、やはり漫画の通り、プロボクサーになり、シカゴに連れて行かれて、プロの試合はヘビー級で19戦16勝、14KO だったといいます。その後、アメリカ軍に徴兵され、フランスやイギリスに送られた後、パリ大学で2年間文学を学び、そしてニューヨークにやってきて、用心棒やコーヒーショップの経営を2つやったりしたという話。1963年頃、アメリカのギタリストがニューヨークに来る大山摩擦と会うことになっていたといいますが、恥ずかしがり屋ということで、ジャック・サンダレスクに同行を願い、ホテルにて開口を果たします。その時の印象は強烈だったといい、まるで昔の英傑という風潮で、ジンギスカンのような巨人のオーラを感じたと語っています。それで1日で振幅して弟子入りを決め、それから半年間、毎日5、6時間一緒に稽古するようになったといいます。実際のところ、ストリートファイトは行っておらず、それについてジャック・サンダレスクは、私たちのようなパワフルな人間がストリートファイトなんかしたら危なくてしょうがないよ、死人が出るぞと語っています。しかし自らの名を取ったジャックスという場でマフィアが騒いでいた際は、ビンタの一発で伸ばして大山マスタツを大笑いさせたりしたという。その大山マスタツもジャックを日本に連れて行って試合をさせたいと語ったといいますが、当時彼はジャズバーのオーナーとして成功しており、ニューヨークを離れるわけにはいかなかったといいます。大山マスタツはジャック・サンダレスクなら世界チャンピオンになれるとおっしゃっていたといい、大山総裁の真似をして手刀でレンガを割れるようになったところ、それで大山マスタツがびっくりして、君はベリーストロングだと言ってもらったといいます。用心棒時代にはナイフや拳銃などのいろんな凶器を持った、時には5人くらいの相手と一度に相対し、左腕を打たれたりもしたという。さらには当時危険すぎて歩けないと言われていたウエストサイド14番通りのバーや公園に総裁と2人で繰り出し、度胸試しをしてビンタ 2,3 発で勝負を決めたり、よしジャック、次の2人は君がやれ、その次の2人は私がやるなどであったり、悪い連中をバーから叩き出したりして、街の掃除をして警官から拍手喝采を受けたりしていたといいます。しかしインタビューで、ギャング相手に戦っていたのですかという質問に関しては、いや、ギャングは私の友達だって、今ニューヨークでもたくさんのギャングを知っている、いいやつもいれば悪いやつもいるさと笑っていたと言います。それからマジソンスクエアガーデンでデモンストレーションができるよう計らったりなどして、その後は全日本世界大会のたびに招待され、大山総裁が亡くなる5ヶ月ほど前、ポーランドで最後の開口を果たし、その目の前を通りかかるために見上げてはははと笑っていただいたと言います。その身長は実際には190センチといい、大山松達が帰国後は執筆活動に勤しみ、5冊もの本を出版、映画化の話も来ているといい、テレビのコマーシャルも作り、大山空手が極真会館となり、中村忠らがニューヨークに来た際は支部開設に向けて尽力したといいます。そんな彼は映画の中でその動く姿を見ることができ、その時は身長2メートル10センチ、体重130キロと紹介されているところがあれですが、はい、さらにはヘビー級ボクサーとして23戦
23勝23 KO したとも紹介されているところが、脚本書いた人のそういうところが現れているというか、大山総裁とほぼ年齢も変わらないという話にもかかわらず、バーベル上げ、稽古を見守り、首都でいた10枚を割る姿を見せつけています。ジャック・サンダレスクにとって大山総裁とはという質問に対して、生涯最高のものだ。化学反応のようなものだね。総裁は人生で常に奮闘、努力してきた。そしてそれは私も同じだ。それを会った瞬間に感じた。ニューヨークで半年間寝食を共にし、その気持ちは一層強いものになっていった。まさしく大山総裁と苦楽を共にし、共に輝き合い、そして協力し合った大山総裁の友として、対等の人間として、その存在、その言葉が広く知れ渡り、いつまでも残ることを願ってやみます。私はこれからも極真空手大山道場、それらを支えた偉大なる人物、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。